はい。僕は言いますよね。だってチームにとって害しかないから。で誰も別にあなたの責任だとか言ってないし、私が悪い私が悪くないとかどうでもいいんだと。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など役立つ動画をたくさん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それで今日は何でしょうか。今日はですね、モン社長に相談したい内容としまして、僕の職場にですね、ちょっとこうチームというかチームの輪を乱したりとか嫌な空気を持ってくる危ない人いわゆるその危ない人って呼んでるんですけど、そういう人がいるんですよね、僕の会社に。でそういう人たちに対して、どういうふうにこう対処していくのが一番いいのかな。そのことを荒立たせずに、そういう人たちに対してどういうふうに僕らが対応していくのが一番いいのかなって思っていて、それについてちょっとモン社長の見解をお伺いしたいんですけど。それは上司部下とかではなくて、はい、同僚とか。正確に言うと上司ですね。ちなみにどんな一番鼻につくのところが批判的でネガティブな言動をするやっぱ人がいるんですよね。僕が何を言っても否定されるんで、否定から入ってくるんで、もうちょっとどうしたらいいのかなっていう、正解が見えないんですよ、僕の中で。僕長い間やってきて思うのは、そういう人は結局やっぱりその自分の頑張りを認めてほしいとか、結構構ってほしい人が多いと思うんですよ。例えばじゃあ A さんと B さんがいて、B さんがそういう人だとしましょうと、で A さんはそれなりに成果を出してすごく褒められたりとか、その存在をすごい肯定されるような出来事が多かった。でも B さんは割と頑張ってはいるんだけど、いまいち結果も微妙だしとか、もしくは結果がある程度出てたとしてもあんま認められてないとか、で自分で思ってたりとか、そういう心理状況がやっぱ発生してると、それの向く方向が批判とか、割とそういう傾向多いなと思っていて、そこはやっぱりちょっと一回コミュニケーションした方がいいと思いますよね。僕からするとちゃんと一回話してあげた方がいいと思うんですけど、ただポイントは、やっちゃいけないのは、じゃああれが悪いこれが悪いって言われた時に、じゃあその悪い部分直しますよみたいなことをやってしまうと、例えばですけど、じゃあ B さんがさっき言った A さん B さんが、評価制度が悪いとか、こういうことが評価されないおかしいとかって言ってきました。でもチームの雰囲気を悪くするから、この人に言うことを聞いてあげて、評価制度ちょっと変えてあげましたとか、便宜図ってあげましたってやると、結局他の人がこの頑張ってた A さんが評価落ちるとかなったら元も子もないじゃないですか。で一番いけないのは、この B さんが要は文句を言ったら、批判してネガティブなことを言って文句を言ったら話を聞いてくれる、そして何かしら対応してくれる、これを学習させちゃうとずっとそれが続くようになるわけですよ。なるほど。だから僕だったらどうするかって言ったら、基本的にはコミュニケーションしますけど、何がしたいのと、結局批判したところでネガティブなところに行ったところでマイナスなことしかないし、究極話あんま聞かないですね。聞かないんですか。だって聞いてほしいから言ってるわけだから、でもそれ聞いてくれなかったらもう諦めるしかないでしょ。なるほど。だから批判とかネガティブは基本的にはそれ言って意味ありますと、何のために言ってるんですか。僕からするとチームの批判とかネガティブなことを言うのはチームを悪くさせようとしてることだから、本当にそう思ってるんだったらやめてもらっていいですよと、もうそこぐらいまで言った方がいいんですかね。僕は言いますよね。だってチームにとって害しかないから。あなたのためにも良くないし、チームのためにも良くないし、会社のためにも良くないから、あんまりガタガタ言うんだったら、全然別にそんなに嫌だったらやめた方がいいんじゃないですかと、そんなに嫌なんだったら、そんな嫌なチームとか会社で働いてるのあなたにとって良くなくないですかと、私たちも気持ちよくないしと、そういう会話しながら何が言いたいんですかって聞いてください。何が言いたいんですか、なんでそういうことを言うんですかってことが起こってくるわけですよね。それでももう拉致がなかったら、もう別に、言った方がマイナスなんだったら、もうやめた方がいいんじゃないですかって進めるだけですよね。わかりました。ちょっと一回話してみますね。ありがとうございます。あとちょっと僕の周りにいるタイプで言うと、どんなことにも介入してくる人権限を超えた介入って言えばいいんですかね、そういうタイプの人もいて、自分の役割を超えて、僕とか他の人の業務を過剰に干渉するとか、部下の仕事に口を出しすぎるとか、他の部署まで業務に関して勝手に指示をするとかっていうのも過去にあったんですよ。そういうタイプの人に対して何が一番効果的、どういうふうな対処法をすればいいのかなと思ってまして。口を出しすぎる上司に関しては、それがいいか悪いかはちょっと分かんないですよね、内容によると思う。そうですよね。
言われてる本人はうるさいなと思ってるかもしれないし、一概にはちょっといい悪いとは言えないですよね。だからまあ部下の立場としたらなんか別にうまく扱えばいいと思う。うまく扱えと。だって逆に言ったらいろいろ言ってくれるわけだから、聞かなくてもこういうふうにした方がいい、ああいうふうにした方がいいとかってアドバイスくれるっていうふうに捉えて、うまく捉えればいいし、あとはそんなに口出されるのが嫌だったら、自分から口出されないようにどう自分が対応したら口出さないのかっていうのを考えて実行すればいいだけの話だし、で部門を超えるとかっていうのは単純になんか社内ルールとかそういう話だと思うんで、それは別にそういうのをちゃんと策定したりとか、守らせる仕組みを作ればいいとルールを作って、うまくこうかわしていく術みたいなのを身につけた方がいいんですかね、そういう上司に対しては。あんまりうざすぎたらかわせばいいと思いますし、でもちゃんと重要なところだけは聞いてないと、お前なんで聞いてないんだってなっちゃうと思うんで、なんかそもそももう前提が口出されすぎて嫌だみたいな先入観が入っちゃうと何も聞かなくなっちゃうんで、そうじゃなくてうまく対応すればですね、時にはかわしたり、時には受け止めたり、時には聞いてみたりとか。ありがとうございます。あとタイプで言うとですね、よく聞く話でもあると思うんですけど、無責任な態度を取るような人が僕の会社にも結構いまして、具体的な例で言うとこうプロジェクトの納期を守らないとか、あとは問題が発生しても自分の非を認めない、多責にする人とかっていうのはやっぱり一定数いるんですよね。そういう人に対して、森社長が今までこういうふうに対応してきたとか、そういう改善策ですね、ちょっとあればお伺いしたいんですけど。例えば納期を守らないとかは、意図的に納期を守らないのも論外じゃないですか。それはもちろん置いといて、時間にルーズな人みたいな、期限にルーズな人みたいな、よくいると思うんですけど、これはでも指示の仕方を変えるしかないんですよね。こちら側の、あとは管理というか、マネージの仕方を変えるしかないと思うので、責任を認めないとかは、人間やっぱり自分のせいだってそんなに人間できてる人が少ないから、受け止められない人結構多いですよね。だから別にその責任を認める認めないとかどうでもいいと思ってて、シンプルに原因、何か問題が起こったら原因って何なのかと、その原因に対してもし自分が何か変えられたことでこれが起きなかったんじゃないかっていうふうにちょっと考えたら何ができるのという話とか、同じようにじゃあ次からこれどうしようかみんなと、この問題が起こったことに関して自分がもし何かを気をつけてればこれを防げたんじゃないかと思うことなんかありますかと、もしくは次に同じようなことがあった時に自分がもしこういうところに気づけたりとか、自分がもしこういう行動をできてたらもしかしたらあの人はミスしなかったかもしれないとか、なんかありますって、次のために改善行動みたいなのをやっぱ考えさせるようにするしかないんで、誰も別にあなたの責任だとか言ってないし、私が悪い私が悪くないとかどうでもいいんだと、チームとして問題が起こったんだからチームとして次どうすればこういう問題が起こらないのかを一緒に考えましょうよと、いう方に僕はいつもそういうふうに言ってしかないですけどね。なるほど、ありがとうございます。コミュニケーションの問題についてもお聞きしたいんですけど、いわゆるコミュニケーションの不全がある人もいるんですよね。必要な情報を共有してくれないとか、あとは連絡が遅れるとか、多分それも悪気があってやってることじゃないと思うんで、そういう人に対しても一緒ですかね。ルールを作っていくとか、そういうアプローチになっていくんですかね。コミュニケーションの不全はな、結局全部そうですけど、相手が悪いとか言ってももう結局しょうがないじゃないですか。相手変えられないんで、自分サイドで何か変えられる行動とか態度とかを変えていくしかないわけですよね。だからやっぱり事前のルール設定とかも大事ですし、上司としてじゃあそこをどうやったらこの人はそのコミュニケーションの不全をなくせるかとか、どうやったら必要なコミュニケーションだけは取ってくれるのかとかっていう仕組みとか働きかけをしていくしかないですよね。自分の行動を変えていくしかないんで、みんな結局自分が正しい、相手が悪いってなりがちなんで、相手が悪いって言ったら楽ですよね。だって自分何も変えなくていいから。なるほど。でもそれじゃ変わんないですよ、やっぱり。森社長、今までそのアップルさんで今挙げたタイプの人がもし仮にいた場合は、そういうコミュニケーションを自ら図っていくことは、そういう機会を設けるとか。僕が直接もうマネジメントするって言ったらもう幹部しかいないので、幹部においては基本的にネガティブな言動を例えば僕にとかにしたら、基本大体2つですよね。じゃあやめればって言われて、もしくは 2,3 時間覚悟で話されるかみたいな逆にだから言ってこないですよ。言ってこない。言ってこなくなりました。
もうないですね、ほぼないですね、もう何年もないですね。で昔はやっぱありましたか？昔はちっちゃい時とかね、うん、自分が未熟な時はやっぱありますけど、そこでやっぱ学んだわけですよね。それを真に受けていろいろ変えたりとかしてるとそれが癖になっちゃうんですよ。だから要は言い方でごね6とか、はい、よく言うじゃないですか。俺もうこんなんだったら会社辞めようと思いますみたいな、辞めないで辞めないでっつって、何が悪いのっつって、いやこういうとこ納得なんですよ、ああいうとこ納得ないです。分かった、ちょっとこれ改善する努力するよ、これやっちゃうわけですよ。やっちゃうとね、言っていいんですよ、その場が解決するんです。でまた来るっすよ。また忘れた頃に何ヶ月後に俺やっぱやめようと思うんですよ。またやってくるんですよ。だからその人としてはやめるって言って違反をしてもう不満を言えば変えてくれるって学習しちゃったわけですよ。そうすると気に入らないことがあったら全部やめるって言ってネガティブコミュニケーションを取ってくるんですよ。なるほど。こうやって学習しちゃったんだと思って、だからもう一時からはやめますって言われて、そっかしょうがないなと。確かにおかしい点があったら検討しますけど、でやめたから別に変えないですし、やめるって言ったら全然社長話聞いてくんねえしみたいな、これって言っても無駄なんだなっていうのはやっぱりちょっとずつ学習させていって、話を聞いてくれるのはポジティブな時ですよ。だからネガティブななんか批判的な態度でも逆に話聞いてくれません、だから愚痴を言うんだったら改善案を言ってください。愚痴は聞きませんけど改善案は聞きます。批判は聞きません、提案だったら聞きます。愚痴も批判も別にいいんですけど、最後それを改善案か提案案にするんだったら聞きます。なるほど。いやありがとうございます。はい、ちょっと実践的なアドバイスいただいたんで来週やってみようと思ってますこのチャンネルでは組織づくり、人材育成、そしてビジネスに役立ちそうな知識などさまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にぜひこの動画にもいいねをつけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。